皆さんこんにちは。お城へようこそ。今回は京都府京都市伏見区の向島にやってきました。ご覧の通り、私の目の前に広がっているのは、どこにでもある静かなごく普通の住宅街です。ですが、足元の電柱や町名看板には本丸町、二の丸町、そんな地名が今もくっきりと残っています。実はこの場所、かつて安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、日本の歴史を文字通り大きく動かした幻の向島城があった場所です。豊臣秀吉の風流な月見の別荘として生まれ、やがて徳川家康の天下取りの軍事拠点へと変貌を遂げ、そして伏見城とともに消え去っていった激動の城。今日はこの一見するとただの住宅街にしか見えない向島城跡をゆっくりと歩き回りながら、その驚きの歴史背景を紐解いていきましょう。さあ、まずはこの城が誕生した豊臣秀吉の時代へと時計の針を戻してみましょう。向島城が築かれたのは文禄3年、1594年の末から翌年の春にかけてのことです。当時、宇治川を挟んだ対岸には、秀吉の最高権力の象徴である紫月伏見城がそびえ立っていました。向島城はその伏見城の市場、つまり出城として計画されたんですね。目の前には広大な小倉池が広がり、宇治川の水を引き込んだまさに美しい水城だったと言われています。ではなぜ秀吉はここに城を築いたのか。驚くべきことに最初の目的は月見を楽しむための風流な別荘でした。事の始まりは1594年、徳川家康がこの向島にあった私邸で寛月の宴を開き、そこに秀吉を招待しました。その時、秀吉はここから見上げた月の美しさに大感動してしまったんですね。よし、ここに俺の月見の城を作ろうとなったわけです。さらに秀吉の演出は華やかさを極めます。秀吉は前田利家に命じて、宇治川沿いの牧島堤に全国から集めさせた桜の名木をずらりと移植させました。春になると対岸の伏見城から越しに向島城と満開の桜が一体となった息を飲むような絶景が浮かび上がる仕掛けです。まさに秀吉らしい規格外のスケールですよね。そして慶長2年、1597年、城の完成を祝って秀吉は多くの公家や門跡たちを招き、伝説的な遊興の宴を開催します。それが売見の宴です。実は秀吉、大の売り好き、それも売りを使った遊びが大好きでした。数年前の名古屋城での仮装茶会では、秀吉自らが売り売りの格好に変装し、なんと徳川家康にも同じ売り売りのコスプレをさせて楽しんだというお茶目なエピソードが残っているほどです。きっとこの向島城でも最高級の売りを振る舞いながら、公家たちと風流で少しユーモラスな時間を過ごしたのでしょう。しかしこの華やかな宴は、翌1598年に秀吉が伏見城で没する前年の出来事でした。つまり売見の宴は晩年の秀吉が一世一代の思いを込めてプロデュースした最後の華麗な社交の舞台だったのです。しかしそんな風流な別荘だった向島城を過酷な自然災害が襲います。築城直後の文禄4年1595年には
大雨による洪水被害を受け、さらに再建の最中だった慶長元年1596年には、近畿地方を襲ったあの大激震、慶長伏見地震が直撃します。この震災で対岸にあった秀吉の差し継ぎ伏見城は木っ端みじんに完全倒壊してしまいました。ところが不思議なことに、この向島城は地盤が柔らかい場所にあったにもかかわらず、比較的被害が小さかった、あるいはすぐに再利用できる状態を保っていたのです。天守を失い、途方に暮れた秀吉は、すぐさまこの向島城へと避難します。そして新たな伏見城、小畑山伏見城が完成するまでの間、ここを仮の居城、臨時の政治拠点として使用することになりました。ただの月見の別荘だったはずの城が、震災という天災をきっかけに、図らずも天下の政務を司るリアルな城へと役割を変えていったのです。そしてここから向島城の歴史は、一気に血生臭い天下取りの舞台へと突入します。時代は1600年、関ヶ原の戦いの前夜、1598年に秀吉が亡くなると、豊臣政権は一気にガタガタになり、徳川家康と石田三成ら奉行衆の対立が極限に達します。1599年、慶長4年の初頭、家康が無断で諸大名と婚姻関係を結んだことをきっかけに、大阪と伏見の町にはそれぞれの軍勢が集結し、今にも武力衝突が起きそうな一触即発の事態となりました。当時家康の屋敷は石田三成の屋敷の目と鼻の先にありました。これではいつ襲撃されるかわからないと身を案じた前田利家が家康に対岸の向島へ避難しなさいと提言したのです。こうして徳川家康がこの向島城へと入城することになります。ここからが家康の恐ろしいところです。家康はこの城を単なる避難所としては使いませんでした。自らの天下取りのための最前線要塞へと大改修を始めたのです。その最大の特徴が新たに築かれた三の丸です。家康はこの向島城の本丸よりも東側、つまり一番伏見城に近い位置に、周囲の地面よりも意図的に一段と高く土を盛り上げて、三の丸を築造させました。なぜわざわざ高くしたのか。目的はただ一つ。内側を隔てた対岸にある伏見城を遠望監視するためです。この高く築かれた三の丸から家康は鋭い視線を対岸へ送り、石田三成ら奉行衆の動きを城内の灯り、さらには軍勢の動静を24時間体制で物理的に監視し続けました。表向き家康は、私は大阪城の豊臣秀頼公に恭順していますよというポーズを取るため、あえて伏見城には入りませんでした。しかし実際には、この向島城を要塞化し、伏見城を上から見下ろし包囲するという無言の軍事的威圧を与えていたのです。伏見城の中にいた三成たちにとっては凄まじいプレッシャーだったはずです。それと同時に、家康自身も極度の緊張感の中にいました。当時の向島城は川と池に囲まれた水城で、対岸とつながるルートは豊後橋のほぼ一本だけ。もし三成たちが奇襲を仕掛けてくれば逃げ場はありません。家康は三の丸から橋の動きを凝視し、テロや野襲を警戒し続ける張り詰めた日々を送っていました。ちなみにこの時に家康が目の前の内側を江戸の隅田川に見立て、東京の
向島にちなんでここを向島城と名付けたという不条ある伝承も残されています。現在、向島城の二の丸跡などは平らに削られてしまっていますが、この家康が築いた三の丸跡周辺には、今でも周囲より一段高い盛り土の地形や江戸時代の石垣がひっそりと残されています。このはっきりとした高低差こそ、家康が天下を睨み据えていた当時の緊迫した空気感を今に伝える物証なのです。この張り詰めた監視体制が続く中、運命の1599年3月3日、家康を抑えていた重鎮、前田利家がこの世を去ります。これを合図に歴史が激しく動き出します。武闘派の武将7人が石田三成を襲撃する七所襲撃事件が勃発したのです。追い詰められた三成は、なんと大阪を脱出して伏見城へと逃げ込み立てこもりました。なぜ三成が伏見城に逃げ込むことができたのか、ここに歴史の皮肉なキーポイントがあります。それが秀吉の遺言で定められていた流水の権限です。秀吉は死の間際、秀頼が大阪城に移った後の伏見城の管理は、ご奉行が交代で行いなさいという遺言を残していました。三成はその正当な管理責任者、つまり流水のリーダー格だったため、城内に自邸を持ち、いつでも自由に城に入ることができたのです。三成はこの公的な権限を使って伏見城に身を隠し、一命を取り留めました。しかし、向島城からこれを見ていた家康は、この状況を最高の口実として利用します。三成は、豊臣家の公的な財産であるはずの伏見城と流水の権限を、自分の身を守るために私物化した。これは言語道断である。家康はこれを大義名分にして、秀吉の遺言を事実上ひっくり返し、ご奉行から伏見城の管理権限をすべて力ずくで剥奪してしまいます。そして3月10日、失脚した三成が沢山城へ隠居させられると、そのわずか3日後の13日、家康は悠々と向島城を出て、対岸の伏見城の西の丸へと移り、ついに城を完全に掌握しました。事実上の天下殿としての地位を確立した瞬間です。この家康による向島城からの鮮やかな伏見城強奪は、後に関ヶ原の戦いの直前、三成陣営が家康を弾劾するために発布した有名な檄文、内府違いの上場の中でも、秀吉公の遺言に背く大罪であるとして激しく糾弾されることになります。家康が伏見城へと移ったことで、役割を終えた向島城。しかし、その最後もまた激動でした。1600年、関ヶ原の戦いの前哨戦となった伏見城の戦いの際、向島城は敵の防御の妨げになるとして、あらかじめ焼き払われたか、激しい戦火の中で消失したと考えられています。戦後、天下を統一した家康によって、伏見城とともに一度は立派に再建されましたが、その命は長くありませんでした。1615年に出された一国一条例、そして将軍宣言の部隊が京都から江戸へと完全に移っていくという時代の流れの中で、1620年から1623年頃、伏見城の廃城に連動する形で、この向島城もついに廃城となりました。城の建物や廃材は、近くに建立された東本願寺伏見別院へと寄進され、姿を変えて再利用されることになります。豊臣秀吉の風流な月見の別荘として華やかに生まれ、徳川家康が天下を取るための冷徹な要塞へと姿を変え、そして時代の役目を終えて消えていった向島城。今ではすっかり綺麗な住宅街になり、お城の面影を
視覚的に見つけるのは難しくなっています。しかしこうして現地を歩いてみると、家康が土を盛った三の丸の微妙な高低差や何気ない本丸町という地名の中に、400年以上前の戦国大名たちの息遣い、そして天下をめぐる凄まじい駆け引きの歴史が今も確かに息づいているのを感じることができます。京都の伏見を訪れた際は、ぜひこの歴史のロマンが生まれる向島の街を皆さんも歩いてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の散策はここまでです。次回のお城巡りは名古屋城です。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。